はい、皆さん、こんにちは。今日は AI 音楽伸ばしたい。このチャンネルのメインコンテンツでもあります。シドミバイブスという新しいキャラクターを作って音楽チャンネルを成功させるための秘訣。これをお伝えしていくためのコンテンツですので、その第2弾ということでやっていきたいと思います。前回を振り返ってみます。パート1では、バンド名を決めて、普段着のキャラクターというのを決めました。なぜ普段着のキャラクターがいるのかというと、単にステージだけじゃなくてラフな服装で、リハーサルをしている練習スタジオに入るそんなようなシーンも想定して、単に出来上がった音楽コンテンツを出すだけではなくて、普段というのを見せる。これも一つの重要な企画として考えているわけです。サーキャラもできたと。楽曲もスノーで作った。それを皆さんはそのままアップしていませんか？これがこのチャンネルを展開しようと思った最大の理由です。厳しいことを言いますが、それだと 95% 以上の音楽チャンネルが流行っていないのと同じです。DTM を先生以上にできるような。つわものの DTMR さんがもう3年も5年も YouTube をやっているのに、チャンネル登録者が100人いくかいかないかというような方も大勢います。これは特別ではありません。ほとんどがそうだと思っていただいて大丈夫です。それではせっかくいいコンテンツを作ったり、特に DTM で作るときはとても時間がかかります。だいたいは2週間ぐらいかかって作っている人も多いんではないか。そんな風に思っています。今回はその普通の音楽。そこから脱筆するための鍵になる世界観の視覚化というのが重要であるということをテーマにお話しします。だいたいキャラは決まったということなんですが、前回やっていなかったのは各キャラクターのネーミングがまだでしたので、まずは一番簡単なところからやってみました。前回作ったキャラクターというのはこんな感じです。そしてキャラクターシートというのも作りました。なぜならこれから画像を作ったり、動画映像を作ったりするのには、リファレンス画像ということがとっても重要だからです。一人一人のキャラクターシートというのを作りまして、左からギタースカボーカルのエレナベースのチェリードラムのマリアこういうような名前にしました。アスカというギタリストが入っていたりするのも、和洋折衷というプロジェクトを狙っているからです。ピンク色のチェリー。これもですね、チェリーは桜というかですね。そういうものをイメージもできますので、2人のキャラクターは日本語に通じるような名前にして、そしてボーカリストはメインとして、エレナそしてドラムのマリアこんな風なキャラクターに、今日は一番先に決めました。皆さんなぜ世界観が必要なのか、皆さんがどうしてチャンネルを伸ばせないかそれは、YouTube というのは視覚メディアであるということが重要なんです。音楽がいいというのは、それは当たり前です。そして申すのがある限りは、下手くそな音楽というのはないと思ってもいいです。視聴者さんはまずはサムネイルを見て、この動画を見ようかどうかを判断します。YouTube 的に言えば、インプレッションのクリック率というのです。このクリック率を見てクリック率が 5% 以上ぐらいは最低欲しいなというのが希望です。でも 2% ぐらいという方もたくさんおられます。それはなぜかというとかっこいいサムネイルは作るんですね。とっても素敵なデザイン性があるんですけれども、強さがない。これが欠落しているポイントだと思います。かっこいいよりもサムネイルは目立たないとですね。クリック率がそれにいかないですし、もしくはタイトルを書いています。そんなタイトルを見たところで、何かピンとくるでしょうか？そのタイトルがずっこけるほど面白いというなら別ですが、冬の恋人こんなようなタイトルが真ん中にあったところでですね。それをクリックしようなんて、多分ほとんどの人は思わない。それも YouTube というたくさんの動画がある中から選んでいくわけです。ショート動画なんかだったら、特にスワイプをしてしまって、目が止まらないとなかなか見てもらえない。これが YouTube の現実強調しますが、視覚メディアであるということを、皆さんはあまり理解していないように思います。
理解していても、そのようにしていないという分野もあると思います。キャラクターシートというのはこのようにですね、個人個人のキャラクターも作っておく必要があると思います。YouTube を見る視聴者の方に何を与えたらいいか、先生の言葉で言えば、没入感を作るということです。ただ曲を聴かせるだけではなくて、視聴者さんをその世界に引き込まないといけない。これが重要なことです。忍びバイブス、これを立ち上げたわけですけれども、普段着の彼女だけではなくて、忍者とか和風とかコンセプトを伝えたいわけです。彼女たちが立つべき場所。和風サイバーパンクな熱狂的なライブ会場。こんなようなイメージが重要だと考えてパート2を作っています。AI にいろいろ聞きながらやってもらっています。いわゆるサブプロデューサーのように AI に聞いていったりしているわけです。忍びバイブスのステージ衣装のイメージがあります。ちょっと大きくしてみましょう。こんな感じですね。メインのボーカルはいかにも派手な和風、もしくは忍者のようなものを想定できるような4人の忍者スタイルというのを作ってみました。これはどうやって作ったかというと、エグスフィールドのナノバナナプロこれで作っていったわけです。今一番上の段ぐらいからステージ衣装というのがありますよね。一番右上はですね、背景が和風の忍者屋敷の中みたいになっています。そしてこういうキャラを作ったら、その隣のグリーンバックですね。後ろにいろんな画像をはめ込まないといけない場合があるので、このようなグリーンバックというのを作りました。ただし、3、4年前とは違いまして、AI がグリーンバックにしていなくても自動的に合成をしたりすることができます。それはどういうことかというと、ここでステージで楽器を持ってドラマアームを右にいているような。これはどちらかというと、アニメスタイルですよね。アニメスタイルだけではなくて、キャラクターはリアル画像それも作っています。これがそうです。顔立ちが写真のようなパターンですよね。今日のパート2は、これから膨らませたという風になります。まずは、アニメよりもリアルな方を作ってしまおうということです。ここにありますように、リアルなものを作ってしまおうということです。作りかけたんです。これを見てください。いかにも練習部屋のような部屋になっていますよね。でも次のところは、歌舞伎のステージのようなものになっています。次にはお寺の一室みたいな形になって、周りには観客はいますけれどもこんなステージになりました。また次をやってみると、もちろんここではアンプを置いてくださいとか、いろいろ言いまして、ようやくステージらしいステージになってきました。でも次の画像を作ろうとしたら、後ろにですね、大きな鳥居があるようなステージになってしまいました。一番左の画像はドラマーをクローズアップしてくださいと言いました。そうしますとドラマーの位置がおかしいですし、ボーカルが男性か女性かわからないような兜をかぶっているんですね。和風の雰囲気というのは出ていますけれども、鎧兜じゃないわけです。ですから基本のキャラクターを作るまでは、X フィールドのナノバナナプロこれで良かったんですが、ちょっとこれでは、ステージの一貫性とかが保てないことが分かりました。やはり同じナノバナナにでも、大規模言語モデルとしての、ジェミニの中で動く、ナノバナナプロこれに変更するように考えました。この辺のキャラはフィックスフィールドから持ってきたんですけれども、今日はリアルキャラ、これでやりたいと思いましたので、ここからが今日の仕事です。上の方に、2つの添付ファイルがあります。リアルな顔のキャラクターとこのステージですね。ギターのアンプがマーシャル3台というような感じで、後ろには鳥居があり、ベースのところにはツインのアンプがある。そんな感じのキャラクター。これを与えました。そしてここのプロンプトが重要ですね。この実写キャラクターたちへから大きなホールだけれども、和風のステージで演奏している。リアルなテイストの画像を作って、ステージの画像の雰囲気は、添付画像からちょっと漢字間違ってますが、同様のステージということで、ドラムはどこにいてるとか、ボーカルはセンターギターは右ベースは、左アンプスピーカー類もギターは後ろには、マーシャルベースは後ろのメーカーは問わないが、
リアルな大型アンプカメラは、センターからこういう風にいろいろ言いまして、キャラの名前もこういう役割なぜならどれが、ギターかベースかとかいうのがわからなかったら、ダメなので、このようにプロンプトを与えました。そうするとこんな風に書いてくれました。これは先ほどの画像とほとんど一緒です。そこで、今度はドラマーをフューチャーしてとかいう風にこうやると、こんなドラマーフューチャーの絵ができました。次はベーシストいいですね。ここで皆さんも気づいたと思いますが、プロンプトは、今度はベースをフューチャーするとしか書いていません。次はギタリストですが、今度はギタリストと書いただけですが、このギタリストがこのようにアップされましたが、ちょっとおかしいのは、右の方にもギタリストが残ったまま中央に出てきています。歌舞伎とかで言う横のなんて言うんですかね。登場する道のところまで出てきたというので、これはこれでいいんですけれども、ギタリストが増えてるというのはおかしい。そのことをここで書きました。ギタリストが観客席まで来てるし、2人になっている。おかしいよ。そしてどこかには、ボーカルも必要でしょうと。ボーカルがいなくなっているわけですからね。そうすると今度はボーカルをフューチャーしてきました。そしてこれならいいと思います。ボーカルが観客席の方に近づいてくる。いいと思いますね。そして次はボーカルも表情が見えるほどのズームした画像。そうするとトップでのポニーテール。こんな髪型じゃないんですよね。この辺でちょっと間違いかけましたので、もう一度画像を送り直しました。いい雰囲気だけど、ボーカルの衣装は OK。でも髪型が違うと、もう一度ボーカリストをアップにしてください。これでボーカリストがちゃんと戻ってきました。次はギタリスト上半身で、ギターワーク手元見えるほどできたら 2K 画像という風に。ここから 2K 指定をしました。2K 画像かというのは確認まではしていませんが、こんな風になっています。次はそれに伴い、ベースドラムも同じように作ってもらいました。これは何かというと、ボーカルがジャンプそんな動きで飛んでるというよりも、着地ぐらいですよね。これでもいいでしょう。最近の動画ソフトであれば、これを高くジャンプさせることはできると思います。そしてまたもう一度念のために、ステージとキャラクターシートを送ってですね。これは何かというと、ステージの最後に挨拶する。そんなシーンを考えてみました。そしてここでちょっと忘れてるなと思ったのが、ステージを動き回っているシーン。そんなのもあればいいなと思って作ったのが、この画像です。薬作り感のある画像にしてくれたと思います。このようにしてベースとなる画像生成というのを、今日はお見せしました。先ほども言いましたように、世界観が視覚化されて、ただの AI 生成キャラがですね、アーティストに見えてきませんか？これがプロデュースというものです。あなたのチャンネルでは、リスナーを招待するステージが用意できていますか？漠然としてその時思いつきに動画生成、もしくはスライドショー、そういうものを作っていないでしょうか？これで実際のライブを見に来たようなステージが見れるということが、ここから次は動画に展開していくと、もっともっとリアルな形になるんではないかと思います。じゃあ次の予告としましては、さあ舞台は整いました。いよいよこのステージで彼女たちを動かしたら、かっこいいミュージックビデオになるのか、その辺のところに迫っていきたいと思います。はい、皆さんもこの動画を見られてですね、同じようにやってみる。もちろん AI を、どこまでお金をかけているかによってできる画像とか動画とかいうのはあると思います。動画生成 AI は、いいのは持っていないから、静止画のスライドショーでしかできないという方もおられると思います。それはそれでいいと思いますが、このようにキャラクター一人一人に命を吹き込むと、でも言うんでしょうか、そんなようなステージ作り。これをしていくことが重要だということを、今日はお話しさせていただきました。最後にですね、今回のサムネイルにもなっていますが、サムネイルなんかもナノバナナプロがありましたら、とってもいいサムネイルができるようになっています。ここに書いてありますように前のパート1は、あなたが作ってくれたサムネイルやロゴです。
この時はメンバーのステージ衣装ではなく、ラフ衣装でしたが、ステージ衣装で、ステージ画像の作り方ステージ設定編ということで、作ってくれませんか？なんとなくシリーズはわかるが同じでもない。色合い統一性もある、そんなイメージと、どこかの場所にパート2という言葉も入れてください。こんな風に言いました。前回のサムネイルはこれです。ラフ画の4人がこのようになっていましたね。じゃあ今回は、こんなようにデザインをしてくれました。先ほどから皆さんにお見せしている後ろに、大きな鳥がある和風のステージ。これをバックに文字入れというのをしてくれました。真ん中のロゴが同じようなイメージなので、統一感というのもありますよね。ステージ設定編として、その上にパート2というのが入っています。このようにですね、もう言葉だけでグラフィックの作業ができる。これは本当に革命だと思います。皆さんもぜひとも新しいナノバナナプロなんかもできたら、使える環境にしてですね、自分の音楽チャンネルを伸ばしたいならですね。二顔江島の村長先生の素晴らしい動画を、音声をリニューアルしてお届けしました。楽しんでいただけたなら、グッドボタンとチャンネル登録で応援していただけると、励みになります。では今日も聞いていただき、ありがとうございました。またね。